晩年激しく落ちぶれた光と影の巨匠は誰だということです。1630年代です。前回1620年代はオランダ黄金時代の中、笑いの画家ハルスが活躍し、ピルグリムファーザーズが北アメリカ大陸に上陸した時代でした。そしてこの時代もオランダ黄金時代真っ只中です。さて、オランダ黄金時代の代表画家といえば、というよりもオランダの画家といえば、まさしくこの人、巨匠レンブラントです。こんな立派な雰囲気を醸し出しているこのレンブラントが、タイトルにある通り、晩年激しく落ちぶれてしまいます。前回1620年代にお話ししたように、この17世紀前半は、オランダが経済的に繁栄を極め、ヨーロッパ一の覇権国家となります。そして、オランダでは市民階級が絵画の需要者になったことにより、風景画や風俗画、生物画といった新たなジャンルが確立します。さらに肖像画の需要も高まりますが、この時代のオランダの肖像画の特徴は、複数の人物の肖像が描かれる集団肖像画という形式です。集団肖像画はオランダに多くあった組合などの市民団体が注文主となり、完成した作品はその団体の室内などに飾られたりしました。そしてこの1630年代にレンブラントによってこちらの集団肖像画が描かれました。それまでの集団肖像画といえば、記念写真のように人々が単に横並びになった単調なものでしたが、レンブラントはこの絵のようにそれぞれの人物が動きのあるダイナミックな瞬間を切り取った新しいスタイルを確立しました。そしてこの新しいスタイルの作品は高い評価を得たことによって、レンブラントの出世作となり、レンブラントは一躍有名になりました。この絵は著名な医師の解剖の講義に集まる地元の名士たちの集団肖像画ですが、ここで解剖されているのは、この日の午前に死刑にされた強盗犯で、解剖はその日の午後に行われたものです。解剖できるの今かと待ち構えていた感じですね。当時、オランダのアムステルダムでは、このような公開解剖が年に1回開かれていて、一般市民もお金を払って見学に来ていたそうです。この時代、みんな血生臭いのが好きですよね。そしてレンブラントは光と影の明暗法の技術が優れており、光の魔術師とか光と影の魔術師などと呼ばれました。さらに前回1620年代にお話ししたように、オランダでは市民階級が家に飾れる小さいサイズの絵が好まれましたが、このレンブラントだけは例外で大きなサイズの絵を描いていました。それほどレンブラントは当時から別格の扱いを受けていた巨匠だったというわけですね。ちなみにこの作品は約 2m×170 センチあります。そうした別格扱いのレンブラントでしたが、この10年後に早くも転落してしまいます。まずレンブラントは依頼された集団肖像画を描くにあたって、注文主たちは皆同じ金額を支払っているのにもかかわらず、その中の誰かにスポット当てたり、他の誰かを早く同然の扱いにしたり、または注文主からのはっきりと自分を目立たせるように描いてほしいという要望に応えなかったりするなど、自身の目指す芸術性を優先させたため、次第に注文が減っていきます。しかもレンブラントはひたすら注文主を待たせることでも有名だったほどの完璧主義者でしたので、やはりこれも次第に肖像画の依頼が少なくなる原因となりました。さらに加えて1650年代に戦争が起こり、オランダの経済状況が下降していくという状況もレンブラントの転落人生に関係してきます。そしてもう一つ、このオランダ黄金時代の絵の購買者層は、それまでの王侯貴族や教会とは違って、新興のブルジョワジーでしたので、彼らは確固たる美の基準などがなかったため、現代と同様、流行に左右されやすかったという要因もあったようです。実際この巨匠レンブラントでさえ、晩年は時代遅れの画家とみなされてしまいます。このようにレンブラントが生きた時代のオランダは、好みの移ろいやすい時代であり、その後に起こる戦争によって経済状況が下降していったという外的要因に加えて、レンブラントは絵を描く上での資料とするために美術品や装飾品など買い漁る収集癖がありました。それは膨大な量で借金を重ねてでも買い漁るほどだったようです。さらにレンブラントは豪邸を建てたり、投機に失敗するなどして、ついに1660年に全財産を差し押さえられ、貧民街へと移り住むまでになります。一応それでもレンブラントの名声は続いており、作品の依頼もあったようですが、それでも彼は
収入以上の支出を伴う収支をやめず、果てはお金を工面するために愛する妻の墓まで売却したそうです。そりゃ破産しますね。そして完全に落ちぶれたレンブラントの晩年に描かれた自画像がこちらです。この時レンブラントは56歳くらいで、先ほどの自画像が34歳くらいです。えらい変わりようですよね。もはや別人すぎです。背まで縮んだんじゃないかって感じですね。しかし、どことなくいい感じの哀愁も漂っていますよね。ですが一方、この笑みを見る限り、病的な収集癖を改める気はなさそうにも見えます。ちなみに、当時は画家の自画像なんかには買い手がなかったのにもかかわらず、レンブラントは100点ほどにもなる数多くの自画像を描き、最も多くの自画像を描いた画家と言われています。それらの自画像は彼の絵の研究のためだったと言われています。そしてこの1630年代にもう一人重要な画家が登場します。それがニコラ・プッサンです。この時代に17世紀のオランダを代表する画家レンブラント、そして同様に17世紀のフランスを代表する画家ニコラ・プッサンという超大物が同時に登場するというわけですが、このニコラ・プッサンは生涯の大半をローマで過ごした画家です。しかも彼は30歳でローマに行ってから画家としての真の活動が始まり、それ以降ほとんどの期間をローマで過ごした人でしたので、それをフランスを代表する画家と言い張るのは微妙な話ですよね。ちなみにニコラ・プッサンはある時フランスの宮廷画家に任命されましたが、結局馴染めず2年でローマに戻っています。そしてこのニコラ・プッサンによる絵ですが、かなり古風な感じがしますよね。ニコラ・プッサンは古代の芸術や1510年代に登場したラファエロを理想とし、歴史や神話を題材とし、色彩ではなく構図やデッサンを重視した画家でした。そしてこの絵の題名であるアルカディアとは、古代の文学に登場する神々と人々が平和に共存していた理想郷です。しかし、この墓石にはラテン語で我またアルカディアにありと書かれており、理想郷であるアルカディアでさえも死は存在すると解釈されています。意味としては、死を念頭において日々を生きよとか、常に死を忘るべからずといったところです。そして、その書かれている文字を見たこの4人の人々は、驚いたり、深い考えにふけっているといった感じです。右から2番目の人が、アルカディアでも死ぬなんて全然聞いてないしって半泣きで訴えてくるのに対して、一番右の人が、まあ、人生そんなもんやで。といった感じで慰めているようにも見えますね。このようにニコラ・プッサンの多くの絵は、古典などに関する知識がないとわからない内容となっており、実際彼の絵はそういった教養ある鑑賞者に向けて制作されたものです。ニコラ・プッサン自身もかなり教養のある人物でしたので、画家哲学者とも呼ばれています。そしてこれまでフランスの美術界はだいぶ遅れており、16世紀にイタリアからマニリスムの画家たちを集めた結果、1550年代に紹介したフォンテーヌブロー派という無名画家の集まりのような集団があった程度でしたが、ここに来てこのニコラ・プッサンの登場によってようやくフランス絵画の様式が確立します。そして今後のフランスはラファエロ、ニコラ・プッサンを基盤として独自の美術を発展させていきます。それくらい大きな存在であるニコラ・プッサンはフランス古典主義絵画の創始者とされています。しかし1600年代にカラバッジョが登場し、その後オランダにおいて新たな様式が確立し、美術界が自由になってきた流れの中で、フランスは時代に逆行するかのように、この時代では例外的である古典主義の様式を確立するというのは意外な感じがしますよね。後の時代に断固一致のドイツ VS 軽薄なフランスというイメージで語られがちなフランスですが、実は案外かなり保守的でもあったわけですね。もう一枚ニコラ・プッサンによる作品です。これは紀元前8世紀頃のローマ建国に関する神話が書かれています。まずロームルスがローマを建国しますが、女性の人口が不足していたため、子孫を残し国を維持するための策略を練ります。その策略というのが祭りを催して近隣のサビリの人々をおびき寄せ、その中から未婚の女性だけをローマの男たちが略奪するというものです。この絵ではその場面が書かれています。そして数年後、サビリの男性たちが略奪された女性たちを救うべく戦争を仕掛けますが、略奪された女性たちはすでにその地で妻となり子供も産んでいたので、その戦争をやめさせ和平が結ばれ、栄光のローマ帝国が繁栄するという話です。左の高い位置にいる赤いマントを着た男はローマ建国の父ロームルスで、
ローマは彼の名前が由来です。そしてこの絵でもニコラ・プッサンは古代神話を題材にしており、さらに人物を理想化して描いています。今後、フランスの美術界はニコラ・プッサンを規範として人物を理想化した絵を描いていきますが、同時代のオランダ絵画が庶民の生活などを題材にし、ありのままの姿で描いていたのとは完全に真逆の方向ですね。そしてこの1630年代にローマ学派であるグレゴリオ・アレグリによって作られた曲がこちらです。この曲はシスティナ礼拝堂における午前3時から始まる特別な礼拝にのみ使われていました。そして代々のローマ教皇は長らくこの曲のスピリチュアリティを保つためにシスティナ礼拝堂以外での演奏を禁止し、さらには門外不出の曲として楽譜に書き写すことも禁止していました。しかもそれを破った者は破門という当時で恐ろしく厳しい処罰も待っていました。まさしく悲曲ですね。なかなか神秘的な響きでかっこいいです。しかし逸話によると、後の時代に天才モーツァルトが14歳の時にこの曲を礼拝堂で聴き、その後記憶を頼りに楽譜に書き起こしてしまい、翌年にモーツァルトから譜面を入手した人があっさりと出版してしまったようです。これによってそれまで必死に門外不出として隠していたローマ教皇はついに隠すことを諦め、禁止令を撤廃し、しかも現代では映画のサントラとかに気軽に使われてしまうという状況になっています。さてこの時代、オランダ黄金時代最盛期のオランダにおいてチューリップバブルが起きます。これはオスマン帝国から輸入されたチューリップの球根が職人の年収の10倍以上の価格で取引されるなどとんでもないことになっていた中、それがこの1637年にピークを迎え突如暴落したことを指します。これは記録に残る最初のバブル経済とされています。ちなみにオランダといえばチューリップのイメージがありますが、実はもともとオランダにチューリップはなく、ノストラダムス時代の1550年あたりにオスマン帝国からヨーロッパに初めてもたらされたものとされています。ちなみにインド料理や中華料理に欠かせない唐辛子も原産地は中南米であり、コロンブス以降に初めて伝わったものです。となると、それまでのインド料理や中華料理はもっと穏やかな味だった可能性がありますね。このようにいかにもその国を象徴すると思われているものはごく最近に形成されたものだったりします。そしてオランダではチューリップが1590年あたりから栽培され始め、次第に熱狂的なブームとなったようです。それくらい当時のヨーロッパにはない綺麗な花だったということなのでしょうが、花一つでそこまで熱狂するかっていう不思議な現象ではありますね。それはやはりオランダ黄金時代ということで、景気が絶好調すぎて人々が熱に浮かされていたというのが大きな要因のようです。しかしこのチューリップバブルは記録に残る最初のバブル経済と言われる割に、現代の研究ではさほどの経済的打撃はなかったとされているようです。ですのであまり重要な出来事でないと言えそうですが、この時代のオランダ黄金時代がいかに熱狂的なものだったのかということは伝わってきますね。さて以前1540年代に登場したコペルニクスが死の直前に地動説を唱え、後の1600年代にジョルダーノ・ブルーノがコペルニクスの説を擁護し、宇宙は無限であると唱えると、彼は火あぶりの刑で殺されましたが、この時代にかのガリレオ・ガリレイが登場します。彼の父親は1580年代に登場した音楽家のヴィンセンツォ・ガリレイです。まずガリレオ・ガリレイは木星の衛星を望遠鏡で観察した結果、地動説を確信し、コペルニクスやジョルダーノ・ブルーノと同様に地動説を唱えます。しかし例によって1633年にキリスト教会から宗教裁判にかけられ、異端の罪で終身刑の判決を受けます。そして地動説も否定されました。
どうせ後の時代で地動説を認めざるを得なくなるんだから、さっさと事実を認めないって感じですよね。じゃあ何をそんなに粘ってるんだといった感じです。とにかく地球が宇宙の不動の中心でないと彼らは気に食わないようですが、そもそも宇宙の成り立ちとかは人間が認める認めないの話じゃないと思いますよね。しかし現代においても人々はそれまでその存在を全く知らなかったもの、例えば目で見ることのできない遠い惑星の存在とか、同じく目に見えない空気中の窒素とかの存在であっても、科学がそれらは存在するといった場合はそれらの存在を信じますが、一方で人々がそれまで漠然とではあっても存在していると信じていたもの、例えば神様の存在や死後の世界など、科学がそれらは存在しないといった場合は科学の言うことを信じない傾向にあります。これは結構不思議な現象ですよね。そして現代の一部の人々は科学は絶対じゃないとか信用できないみたいなことを言いつつ、普段の生活はどっぷりと科学の発展の恩恵を受けまくって生活を送っています。さらに全く内部の仕組みがわからないけど、とにかく科学の発展によって複雑に機能してくれる電化製品が機能しなかった場合は、神様に祈るより先にカスタマーセンターに怒って電話したりするくらい、とにかく科学が何とかしてくれるはずだと信じきって生活を送っている節があります。You got super. How dare you, you peasant. ちなみに宗教信者などは科学の発見を後追いで追いかけてくる傾向にあります。実は大昔に恐竜がいたとか、実は宇宙はビッグバンから始まったとか、実はいつか地球は消滅するとかといった発見を科学がするたびに、彼らは実はそれらのことは前から知っていた、実際神様はティラノサウルスも作ったし、ビッグバンも起こしたし、最初から地球を滅ぼすつもりで作ったんだといった感じで経典を次々に書き換えていきます。ある意味自由奔放な思想体系ではありますよね。それに人々は神様に雨が降るように頼んでも降らなかったら仕方ないで終わりますので、神様、科学者よりもだいぶ普段の生活は気楽だと思います。さてガリレオは一応終身刑の判決を受けましたが、実際は一生監視付きの家に住まわされ、散歩以外は外出を禁じられるといった軟禁状態に置かれました。なかなかやばい政治犯扱いのごとくですね。さらに彼の著作天文対話は地動説を主張しすぎないようにオブラートに包んだ内容であるにもかかわらず、1822年まで禁書とされました。隠すってのもやり口的にいかがなものかと思いますよね。そしてガリレオ・ガリレイは物体の落下の法則や振り子の性質などの物理学の分野での功績も大きい人ですが、やはり一番有名なのはガリレオが裁判で自身の地動説を撤回した後に言ったとされる、それでも地球を回ってるとか、それでも地球は動くとかといった有名な言葉ですね。しかし残念ながらこれはおそらく作り話だろうとのことです。こういった感じで歴史上の人物が言ったとされる有名な言葉、実は言ってなかったとか結構あります。さらにこの時代には我思うゆえに我ありで有名な哲学者デカルトが方法上説を出版しました。実はデカルトはガリレオと同時代の人物です。デカルトは真理を追求し、どんな疑いも挟むことができないものを求めました。そして彼は全て疑ってかかり、それでも残ったものが全ての基礎となる哲学の第一原理となるであろうという考えのもと、全てを疑っていきます。例えば錯覚とか幻覚があるように感覚は信用できない。こうした感覚器官を介して外の世界と接するのであるから、外的なものを全て疑いうる。さらには全ては悪い霊が自分に夢を見させているのかもしれない。よって外的なものも自分自身の体すらも存在すると思い込んでいるだけで、実際は存在しないかもしれないといったように、デカルトは全てを疑っていきます。しかしこのように全て疑ってかかっている間も、そう考えているものは何者かでなければならない、考えるためには存在しなければならないという結論にデカルトは達します。そしてデカルトは我思うゆえに我ありという第一原理に到達したというわけです。この存在するものは精神であって肉体は含まれていません。ちなみに学校の数学で習う座標はデカルトが考案したものとされています。哲学者といえばデカルトというくらい、デカルトは哲学者として真っ先に名前の上がる人ですが、実は数学者としても優れており、数学の分野でも業績を残した人物でした。それでは最後にこの時代に書かれた絵を11枚紹介します。かなり多いです。個人的にはこの時代が17世紀のピークかなと思っています。最初にはこちらです。バンダイクは1610年代に登場したルーベンスと同じ現在のベルギーにあたるフランドル出身の画家で、ルーベンスの助手でしたが、この時代にイギリスに渡り
この絵に描かれているチャールズ一世の宮廷画家として活躍しました。イギリスは美術も音楽も長らく不毛の地でしたので、このように外国の画家や音楽家を招き、外国の画家や音楽家が活躍することになります。そしてそれまで王侯貴族の肖像画は、馬に乗って力強く威厳たっぷりに描くのが普通でしたが、チャールズ一世はかなり背が低く、全体的に威厳のない見た目ということだったので、バンダイクはあえてチャールズ一世に馬から降りてもらい、のどかな自然の中でリラックスした感じで描きました。しかしその中でも、ちゃんと馬がチャールズ一世に頭を垂れていたり、召使いにはスポットライトが全然当たっていなかったりと、うまい具合にチャールズ一世を際立たせて威厳を持たせています。こういったバンダイクによる華麗な肖像画は高い評価を得て、後のイギリスの絵画に長期化にわたって大きな影響を与え続けます。ちなみにバンダイクは肖像画に描く人物をかなり理想化して描いていたようで、外国の人がバンダイクが描いた絵だけを見て、イギリス女性は美しい人ばかりだと思っていたけど、いざ実物を見たら全然そんなことなくて驚いたという話もあります。そしてルーベンスと同じように、このバンダイクも大量の注文依頼を裁くために大規模な工房を構え制作に当たりましたが、やはりルーベンスと同じようにバンダイクは頭部だけを描いて、衣服は専門の画家が描いたり、中には全くバンダイクは制作に関与していないものまであったようです。果たしてそんなんでいいのかと思ってしまいますね。そしてこのバンダイクはかなりの大物で、王族以外は使用禁止の部屋を提供されるなど、他の画家ではありえない破格の待遇をイギリス国王から受けました。ちなみにバンダイクは豪華な服を着たりとかなりおしゃれな人だったようです。次の絵はこちらです。リベーラはスペイン出身ですが、生涯の大半をイタリアのナポリで過ごしました。すると例のごとく、またあだ名をつけられます。イタリア語で小さなスペイン人という意味のロ・スパニョレットと呼ばれました。当時は何かとあだ名をつけたがりますね。特に外国人に対してつけたがる傾向があるようです。リベーラは若い時にイタリアに行ったきり、生涯スペインに戻りませんでしたが、スペイン不幸による庇護を受け、スペイン王室などから注文を受け、宗教画を主に制作していました。このようにリベーラはこの時代のスペイン画家の大物です。そしてこの絵はイエスの弟子であるフィリポが貼り付けにされている場面の宗教画ですが、対象を理想化せずに衰えた皮膚や肉体が描かれていることからもわかるように、リベーラは1600年代に登場したカラバッチョの影響を受けています。ちなみに1610年代にドメニキーノがナポリ派閥なる陰謀集団から毎日のように嫌がらせを受け、最後には毒殺された可能性があるとお話ししましたが、なんとその首謀者がこのリベーラであるとされています。そんなことをする奴はもっとせせこましい売れない画家かと思いきや、なんと彼は悪名高きナポリ派閥なる陰謀団の修行だったのです。歴史に名を残す大物画家が実はそんな嫌がらせをしていたとか、果ては毒殺した疑いがあると驚きですね。このナポリ派閥なる陰謀団はリベーラを筆頭にした3人組で、彼らは自分たちの利益を独占するためにナポリに招かれたよその優れた画家たちに対して妨害したり脅迫したりしていたとされています。そして彼らは1610年代からドミニキーノがおそらく毒殺が原因で死ぬ1641年までの間にかけてそのような行為をし続けたようです。なかなかとんでもないやつです。次の絵は今回登場したレンブラントによる作品です。この作品もオランダの中で別格扱いのレンブラントなので、約 2m×130 センチと大きなサイズの絵です。イサクの犠牲とは旧約聖書の話で、この老人アブラハムが年老いてからようやくできた愛する一人息子イサクをいきなり神様が生贄として捧げようと命じるので、彼は泣く泣く息子を殺そうとした瞬間、神の使いである天使が止めに来るという話の場面です。アブラハムさん何してんねん、やめなさい。神様がやる言うたから。そんな嘘に決まってるやろ。そんな無茶な。むっちゃ苦しいんですけど。といった感じで、神様はアブラハムをテストしたというわけですが、やり口が極悪すぎですね。そしてその後、神様を信じて命令通りに息子を殺そうとしたアブラハムは、模範的な信仰者として称えられるという話ですが、この神様、かなり人間を信用していないですね。しかももしアブラハムが、そんな残酷なことはできませんとその命令に背いたら背いたで、厳しい罰とかを下すつもりで待ち構えていたのだと思うと、なんかかわいそうにも思えてきますね。ちなみにオランダでは偶像崇拝は禁止されていましたが、巨匠レンブラントは外国からも注文がありましたので、このような宗教画も描きました。そしてレンブラントも聖書の題材であっても対象を理想化することなく、さらに人物の感情が伝わってくるような絵を描きました。
もう一枚レンブラントによる作品です。内容は1610年代に紹介した旧約聖書のサムソンの話です。今まさにサムソンは怪力の秘密である髪を切り取られ、目を潰された瞬間です。これは凄まじく痛そうです。この絵も 2m×3m 近くあります。かなり動きのあるダイナミックな絵ですね。次は1610年代に登場したルーベンスによる作品です。内容は1590年代に紹介したパリスの審判です。誰が一番美しい女神かということで、ヘラとアテナとアフロディーテの3人で争うわけですが、一番左に座っている粗末な格好をして杖を持った男性がこの審判をジャッジするパレスです。その隣にいる翼のついた帽子をかぶって右手に2匹の蛇が巻きついた杖、カドキウスを持っているのがヘルメスで、そしてその隣の兜や盾が置いてあるそばにいるのが戦いの女神アテナです。さらにその隣の息子エロスのそばにいるのが愛と美の女神アフロディーテで、最も美しい女神を受け取る黄金のリンゴはこのアフロディーテに与えられます。そして一番右端のクジャクのそばにいるのがゼウスの妻ヘラです。さて次の絵は西洋絵画史を初めて見るような作品です。苦い薬を飲んで苦い思いしているという大変わかりやすい絵です。面白い絵ですね。ブラウエルの絵は当時大変人気で偽の作品が出回るほどだったということです。あんなお堅い絵を描くルーベンスやレンブラントまでもがブラウエルの絵を所有していたとのことです。もう一枚ブラウエルによる作品です。これも今まで見たことのない絵ですね。当時の人々の生活の一端が垣間見れる感じです。かつての西洋絵画の肖像画を見ていると、当時は皆ひたすら堅苦しく生きていたのかと思うような無表情なものばかりで、昔の人は皆無表情で笑ったりしないで生きていたのかと思ってしまいがちですが、このように普通に喧嘩したりして、実際は今の人々と変わらない感情を持って生活を送っていたということがわかりますね。さらにこういった絵が描かれたということは、それまで神話や聖書などの歴史画をシリアスに描いていた時代とはだいぶ変わったんだなということが伝わりますね。次はオランダ黄金時代なだけにオランダの画家による作品です。ヤン・ファン・ホイエンはオランダ的な写実様式の基礎を確立した人とされています。しかし彼は死後急速に忘れ去られ、19世紀末にようやく再発見された画家です。彼は生前、先ほどお話ししたチューリップの球根など、いろいろな陶器に手を出しては失敗し続け、貧困状態に陥り、借金返済のために死ぬまで絵を描き続けなければならなくなった人生を送りました。もう一枚オランダの画家で、かなり珍しいことに女性の画家による作品です。レッセルも死後忘れ去られ、19世紀末に再発見された画家です。こういうパターン多いですね。そしてレッセルのような女性の画家が登場してきた背景ですが、それはまず西洋絵画では歴史画を描くにあたって男性のヌードのデッサンが必須でした。しかしそれは女性には許されていなかったため、女性画家が活躍できる余地はほとんどなかったけれど、この時代のオランダにおいてこのような日常生活の一場面を描いた風俗画や生物画といったものがジャンルとして確立されたため、女性画家も活躍できるようになってきたという要因があります。それとオランダでは絵画自体が重要な輸出品であったため、画家として商売しやすかったことも大きいと思われます。次はもっと激しく忘れ去られた画家です。ジョルジュ・ド・ラトゥールは生前はフランス国王の国王付き画家の称号を得て、領主のごとく尊大に生きたという他の画家たちよりもかなりの名声を博したにもかかわらず、死後忘れ去られ、20世紀初頭にようやく発見された画家です。それも1934年に一般に知られていない地方の画家の作品を集めた展覧会で注目されたとのことです。死後こんなにも評価がガタ落ちするとは本人も思ってなかったでしょうね。人の評価とは当てにならず恐ろしいものです。最後には今回登場したニコラ・プッセンによる作品です。これは旧約聖書の話で、モーセが神から10の戒律が書かれた石板を授かるためにシナイ山に登ったままいつまでも帰ってこないので、人々はモーセは死んだんじゃないかと不安になり、新たに導いてくれる神を作ろうとし、この黄金の子牛の像なるものを作りました。そして彼らはその黄金の子牛を拝み踊っていたら、ようやく40日後に山から降りてきたモーセは人々が偶像崇拝をしていることに怒って石板を叩き割ったという話の場面です。
しかしその程度ではモーセの怒りは収まらず、この後モーセは黄金の格子の像を燃やし、粉砕し、水に混ぜ、彼らに飲ませるという極悪非道な行動に出ます。さらに偶像崇拝に加担した者の殺害を命じ、3000人ほど殺します。ちなみに神様はもっと怒っていて、全員殺すつもりだったらしいのですが、むしろこのモーセになだめられたくらいです。そうしてなだめられた神様は、偶像崇拝をしている彼らを止めるために、一刻も早く下山するようにモーセに命じたというわけです。ていうか、すぐに下山できる状況ならもう石板できてたんですね。一体何をのんびりしていたんでしょう。ていうか、40日後に下山してくるってあまりにも日数経ちすぎですよね。しかも降りてくるならモーセはと石板を叩き割るわけですが、そんな大事なものをそこで叩き割ってよかったんでしょうか。一応その石板には偶像を作ってはならないと書かれていましたが、人々も石板を見せられた後に怒られるならまだしも、見せられる前から怒られてもといった感じだったんではないでしょうか。この絵では左の隅にモーセが2枚ある石板のうちすでに1枚叩き割っているところが書かれています。隣にいる人がびっくりしちゃってますね。しかもモーセは勢いに乗って2枚目も叩き割ろうとしてます。モーセ気性荒すぎです。ということで1630年代はオランダ黄金時代の最盛期で巨匠レンブラントが活躍し、一方の後にフランス絵画の規範となるニコラ・プッサンも活躍し、音楽界ではグレゴリア・レグリの戯曲ミゼレーレが作曲され、そしてオランダではチューリップバブルが起き、ガリレオ・ガリレイとデカルトが活躍した時代でした。次回は1640年代、時代の分岐点といえる時代です。それでは。